皆の者、耳を澄ませ。4月1日、犬の国北レリー。これより始まるは戦国と現世をまたぐスタジオ鬼ニュースの時である。この番組は水墨画の未来をつなぐつららーんとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ではまず最初のニュース。2月1日 NHK 大河ドラマ豊臣兄弟のサテライト展示施設義と絆館が近江の国は長浜の地にオープンした。これは戦国大名浅井長政の歩み、そしてお市の方浅井三姉妹の生涯を今に映すものなり。館内には丹念に作り込まれた解説板と戦の流れを一望できる戦況図の映像が揃い、知るほどに胸が熱くなる構えである。そして忘れてはならないのが浅井家の攻防を描いた水墨画アニメ浅井長政とその家族の逸話。これぞスタジオウニの制作である。館内には小さな映写の間も設けられておる。椅子に腰を落とし時を忘れゆるりと味わってもらいたい。見終えた後は隣の道の駅浅井三姉妹の里でお土産を見るもよし、カフェ茶屋にて一息、あるいは自然薯茶屋浅井家にて禅を取る。思い出すだけで腹が鳴る。味もまた折り紙付きというわけよ。腹も心も満たされる。それが義と絆感である。この水墨画アニメはオンライン配信はなし。長浜でしか見られぬ。だからこそ足を運ばねば始まらぬ。いざ長浜。なんだ。スタジオウニじゃなくてスタジオ鬼です。少子、そんな大事なことを間違うわけがない。はっきり間違えてました。もう字幕付きの配信で全世界に流れてます。ほんと？大丈夫なの？アシスタントに聞かないでください。まあ今のところクレームは来ていませんけど。懐の広い人たちだ。スタジオウニはまた言った。スタジオ鬼ニュース。続いてのニュース。3月19日、横浜関内の地にて巨大なる遊興の城ワンダリア横浜ついに開門。この城もまたスタジオ鬼が世界観の構築よりがっちりと制作を担っておる。このワンダリア横浜、生き物と自然を主題とした体験の城である。展示はただ眺めるためのものにあらず、専用の写し箱を用いれば城内の仕掛けを切り取り、己だけの記録として楽しむこともできる。写し箱ってスマホのカメラのことだ。ワンダリアの生き物とかを撮影すると楽しいらしいぞ。じゃあ写し箱なんて言わずにカメラって言った方がいいです。ただでさえ分かりにくい喋り方なので単語だけでも分かりやすくしましょう。正論すぎて言い返せぬ。まあというわけだ。専用のアプリのカメラを使って楽しんでくれ。そして忘れるでない。ワンダリア横浜も兵糧が実にうまい。併設のワンダリアカフェなる茶屋侮るなかれ。中でもワンダリアブレッド、これはもう評定不要の出来栄えよ。その場で食らうもよし、包みに収め屋敷へ持ち帰るもまた一興。帰り道包みを抱えてにやけるまでが天下分け目のワンダリアの陣である。どう？問題なかった？
おい。あ、すみません。ワンダリア横浜のホームページ見てたら没入感すごいなーって。ちょっとチケット買っちゃいますね。後でやれー。スタジオ鬼ニュースでは最後のニュースだ。本日4月1日はスタジオ鬼のオリジナル水墨画アニメオペレーション鬼主人公魔王の生誕の日である。めでたい。いや実にめでたい。戦い迷い進み続ける角のある不思議な少女魔王。お前は尊い。実に強がるところも甘えるところも全部ひっくるめて凛として不器用でそれでいて強い。こういうところだぞ魔王。ちょっといいですか？オペレーション鬼じゃなくてオーペレーション鬼です。え？もっとこう全世界に伝わるように正しい発音で言わないと。オペレーション。違います。カタカナ的な言い方しないでください。オーペレーション鬼です。こんなところで英語の授業っていうか私より古風な見た目をして発音がいいってどういうことだ。お主名は何と申す？すみえです。名前も古風。まあいい。そんなことより魔王のお祝いだ。さあ皆の者一斉に魔王の生誕を祝おうではないか。チャットの用意はいいか？コメント欄でも構わぬ。思い思いの言葉を魔王にかけてやってくれ。行くぞ。準備はいいか？ではいざ。せーの。誕生日おめでとう魔王。これからの活躍も楽しみにしておる。レッドカーペット歩こうね。なおオペレーション鬼は現在鋭意制作中。2027年頃に第1話が完成予定である。楽しみに待っていてくれ。スタニュというわけで皆の者スタジオ鬼ニュース本日この時をもってお開きといたす。私が誰かと名乗るほどもないつまらぬ侍よ。またいつかどこかで会おうぞ。最後は一本締めで参ろうよー。あれ？今日4月1日からスタジオ鬼は株式会社になるってニュース飛ばしちゃった。ああ、いけないんだいけないんだ。社長に言ってやろう。別によかろうこんなニュース。ダメですよ。会社としてはめちゃくちゃアピールしたいところでしょ。そんなこともわからないでニュースキャスターのバイトを受けたんですか？だって戦国の世には株式会社とかないから。よし、社長に言いつけてきます。いざ多摩センター。待てー。っていうかなんで多摩センター？スタジオ鬼の本社が多摩センターなのか。サンリオさんとかピューロランドさんとか日本アニメーションさんも多摩センターだったような。多摩センターすごい。なんか納得って納得じゃない。くそー。今日からスタジオ鬼は株式会社になる。前身の有限会社を含めれば2004年より広告、執筆、映像、そして墨を携えクリエイティブの道をひたすら歩んできた。我らが掲げるは日本の文化を守り次の世代へと確かに手渡すこと、そして日本の娯楽に明日へとつながる物語を、日本を少しでも元気づけるためにその志を胸にここまで来た。形は変われど志は変わらぬ。
間も長い。主の絨毯も踏みしめるぞ。ちなみに主の絨毯も踏みしめるっていうのはレッドカーペットを歩くってこと。もう注意書きまで読んじゃったよ。めちゃくちゃじゃん。とにかくこれからもスタジオ鬼は面白きものを真剣勝負で作る、そういうこと。簡単に言うとね。はい、言った。ちゃんと全部言ったもんね。怒られないもんね。